キッズの笑いの源。プニプニプクプクほっぺのリスにはまったら抜け出せない。知ってしまったら最後、致命的なその魅力にすっかり惚れ込んでしまうキュートからワイルド、何でもいける最強の男、ハン・ジソンとは。皆様はハンの魅力をいくつご存知でしょうか。まずお顔が素敵、それはそうです。いやー、かっこいい。ハンの素晴らしいところをあえて一言で語るのならメインラッパーでムードメーカーで歌もダンスもこなせちゃう。かっこいいもかわいいもできて食べてる時は頬を膨らませてリスというかくおっかわらびーで愛らしくてツンツンしたくなっちゃうし、細くて華奢に見えるのに実は筋肉バッキバキで表情管理が抜群、ギターも弾けちゃってマジで沼というところでしょうか。ここまで一息です。とにかく魅力が溢れ出して止まらない男なんです。今回ハンのお話をさせていただくにあたりしは悩みました。それはもう知恵熱を出すくらいに。なぜならハンには魅力しかないのでうまく言語化するのが非常に困難なのです。今回はオールラウンダーと名高いハンの熱く冷めない魅力をお伝えしていきたいと思います。いつもキッズたちの笑いの源と言っても過言ではないムードメーカーのハン。ハンはワンちゃん、チャンビンと共にストレイキッズのスリーラチャの一人として作詞作曲も手掛けるメインラッパー。幼少期にマレーシアに住んでいたこともあり、英語にマレー語、そして日本語も言語にも明るくポジティブなイメージが強いと思います。スキズのバラエティコンテンツやグッズ紹介などでもハンは率先して笑いを生み出していてくれるように見えて、いつもハイテンションだなといった印象もあるかもしれません。スンミンはハンをスキズの雰囲気を保ってくれている人と話してくれています。ちょっと静かなキッズたちにハンが加わると一気に騒がしさが加速するのです。逆にハンがいない時は何というかおとなしめ。そうハンはスキズの万能調味料。ハンのムードメーカーっぷりがよく発揮されているシーンとして、バックドアのヒョンジンのキングパート選手権をご紹介します。バックドアの冒頭といえば、ヒョンジンが爆池で振り返る振り付けがとにかく最強ですよね。ワンちゃんがこの振りがポイントになると言い出すと、なぜかキッズたちが順番に登壇する流れに。まずバンちゃんが若干奇妙な笑顔で振り返り、お次にチャンビンはいつものおちゃらけ&その立派なフィジカルでスンミンに激突。攻撃を食らったスンミンは棒を片手に体育会系教師かな。リノは安定のイケメンかと思いきややっぱりふざけずにはいられない。謎の首の動きで笑いを取りに行くプリン猫王子。スキズ序列1アイエンは大げさにカッコつけてみるとヒョンたちが大盛り上がり。そりゃ当然、アイエンはスキズ序列1、アイエンオントップですもの。お次に天使フィリックスはスンミンの影響を受けちゃったのか、棒2本持ちでスーフエガですか。あなたがやると絵になりすぎます。そして待望のハン。ワンちゃんも、僕昨夜から期待していた、とプレッシャーをかけられるムードメーカーハン。しかし期待を裏切らず大爆笑をかっさらい、膝から崩れ落ちるワンちゃん。ヒョンジンのキングパート選手権で見事大爆笑をかっさらったハンは、ヒョンジンが不在だった2021年のケイコンでキングパートを担当しています。もうやばいたまらない。そんなハンの魅力の基礎の基礎、まずはバチイケすぎるラップ。ハンのラップの魅力の一つはやはり高速ラップ。重厚感のあるラップが魅力の一部でもあるスキズの楽曲の中で、ハンのラップは抜群のリズム感や独特の強弱のつけ方、そして裏返った声にシャウトと多彩。一度聞いただけで忘れられないその印象的な声に鼓膜を奪われることはありませんか。スキズには天使の顔して低音ボイスな王子もいらっしゃいます。とにかくハンにしても天使にしても、スキズは鼓膜への圧が強い。2019年11月16日に開催された V ライブが主催したイベント V ハートビートのステージでは、チャンビンとハンのラップパフォーマンスが披露され大変話題になりました。早口言葉とかじゃなくリズムに合わせて独特な感じのラップを披露できるセンス、感服です。2023年にリリースされた5スターの収録曲トップラインはキッズたちの治安の悪さがまあたまらない一曲なのですが、冒頭のゆったりとしたラップ、中盤の高速ラップどちらも美味しいハンジソンが味わえます。ひとまず治安悪めのハン、この表情やばすぎて心がざわざわします。ちなみに心ざわつかせ常習犯はハンの他にスンミンもだと言われており、この2人タペンガリという異名も持っているので、浮気に厳しいお師様大持ちのオタクはご注意を。タペンガリスンミンさんの効能たっぷり温泉効果はこちらでおくつろぎください。とにかく声に特徴がありゴリゴリのラップでステイを沸かせてくれるハンですが、ハンの魅力はラッパーというポジションではとどまりきりません。これに関して主がお伝えしたいことはただ一つ。ハンジソンのリムジンサービス、全人類に見てほしい。ステイの皆さんはご存知かもしれませんが、ハンさん、歌バチバチにお上手で、ラップもボーカルも一流ゆえに楽曲のパートをたくさん担当しています。
最上のライブを最高の満足を届けてくれる韓国の音楽トーク番組リムジンサービスではその多彩な歌声をたっぷりと披露してくれました。さりげなくリラックスした状態でも歌える甘い声とアクロバティックな歌声のギャップで私たちをどっぷりと酔わせてくれます。癒されるとか涙が出るとかそういう言葉だけでは足りないのです。本当に見ていただきたい。何か作業をしながらとかでもいいと思いますがその作業は進みません。耳だけではなく視界もファンに奪われること間違いなしです。けどやっぱりなかなか踏み出せない。そんな方にファンのラップ、歌、ダンス全ての魅力が詰まったこちらをご紹介します。2021年3月26日にオンラインで配信された K-CON2021。この日はヒョンジンが不在で寂しくもあるのですが、その寂しさに寄り添いながら吹っ飛ばすように爆裂なステージングを見せてくれたキッズたちを涙なしに見ることはできません。特にストレイキッズのオーディション番組で思い入れの深い地獄から這い上がってくる様を描いたヘレベーターはファンの力強く透き通る高音を存分に味合わせてくれます。スンミン、アイエン、バンちゃん、ボーカルつよつよのメンバーが多い中でメインラッパー兼高音担当。伝わりますでしょうかこの凄み。K-CONのヘレベーターでは約4分の曲中ハンが約48秒を担当しています。6人いる中曲のほぼ4分の1がハン。伝わりますでしょうかこの凄み。最後にハンの声についてちょっと違った角度からお届けします。特徴的な声が印象的なハン。バラエティコンテンツなどをイヤホンをつけてご覧になっている時に突然のハンの規制に驚かれたご経験はありますでしょうか。とにかく叫ぶ声もまあ高い、そう規制。そしてさすがメインラッパー声量がえぐい。注意して見ていないとビクって肩を揺らすほどに驚いてしまいます。ハンの規制を短い動画の中でお得に聞けたのが2024年の年明けに配信されたスキズ運勢ガチャ。目の前にあるガチャを引いて中に入っているミッションをクリアすればステイの運勢がアップしハッピーになるという素敵なコンテンツでいつもステイの幸せを考えてくれているキッズたちの思いが伝わってきます。お題は様々で辰年の人をバックハグだったり指名されたメンバーの頭を撫でたらハッピーだったりスキズのわちゃわちゃが見れて嬉しいのですがハンのミッション2を開いた瞬間の規制がまあびっくりします。用意されたガチャガチャを開くとリノ、うわーと叫びその後すぐ再びシャウト。ハンが規制を放ったお題とはリノに猫耳を作ってあげるとステイは今年もハッピー。確かにこれはハッピーすぎ。やっぱりミソはガチなのかもしれません。今回はハンのたくさんある魅力の中から主に声の部分についてお伝えいたしました。そうです、まだ声だけなのです。次回はハン自らが語るハンは人間味があふれる部分をお伝えしたいと思います。ハンジソン、この才能満タン魅力底なしめコメントや高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。